本当の自分になり、望む人生を手に入れる究極の7つの手順。はい、人生学校です。まず最初に言わせてください。この本、すごい無意識の根底部分に触れるような内容です。これに気づけるかどうかで人生の明暗が分かれると言っても過言ではありません。たった10分15分で本当の自分になり、望む人生を手に入れる究極の7つの手順が分かるようにまとめてみました。では楽しんでいきましょう。無意識のすごい見える化、脳内の親から解放されれば未来は思い通りの究極のまとめです。ちなみに橋貝先生はなんと8万人以上も接して悩みを抱える人の共通点が親であることに気づいたと言います。では早速結論からいきましょう。本当の自分になり望む人生を手に入れる究極の7つの手順。1つ目、すべての人には不都合な思い込みがある。2つ目、脳内の親が現実を作っている。3つ目、逆に動く脳の構造。4つ目、メタ無意識を修正して脳の動く部位を変える。5つ目、脳内の親を洗い出すなりきりワーク。6つ目、親の人生のテーマを探求し現実を一気に変える方法。7つ目、人生のテーマを現実化する実践ワーク、記憶の逆走です。では早速本題行きましょう。1つ目、すべての人には不都合な思い込みがある。人間は偏った認識が社会的に広く認識されていると自分にとって不都合なことでも受け入れてしまいます。例えば手先が不器用なのはお父さんに似たとか、転職したいけど私は学歴が低いから無理などですね。このように諦めに近い感情を抱いている人は偏った認識によって自分で自分の足を引っ張っていることがあると言います。アメリカの社会学者クロード・スティールさんはこの偏った認識について研究しました。彼は同じ学力の生徒を対象に女性は数学が苦手、黒人は白人より学力が低いといった偏った認識を意識させることで女性や黒人のテストの点数が下がってしまうことを実験により確認したというのです。2つ目、脳内の親が現実を作っている。著者の橋貝先生は潜在意識のさらに深い部分に私たちの全てをコントロールする領域があり、これをメタ無意識と名付けた方です。このメタ無意識のパターンは本書では12種類取り上げられています。もし人生がうまくいかないと感じているなら問題となるメタ無意識を突き止めてそれを再設定すればいいだけというのですね。それだけで考え方や行動が劇的に変わっていくからです。そのためにはどうしても脳内の親を育て直す必要があるというのです。脳内の親ですから現実世界でご両親が今生きていらっしゃらなくても脳内の親を育て直すことができます。3つ目、逆に動く脳の構造。人間には逆に動く脳の構造があると言います。例えば安心したいのに危険が増すといった感じですね。これは動物実験でも研究で証明されていると言います。生き残りたい、安心安全が欲しいと思うと脳は苦痛な記憶ばかりを保存したがる。つまり生き残りたいと考えることで脳は生き残りたいと言い続けたいんですね。だったら死を意識する記憶が必要ですねという風に動き始めるわけです。つまり脳は死を意識する記憶を作るためにはそれに見合う現実を集めなければいけないですねという風になって現実世界で病気になってみたり事故に遭ってみたり自然災害や有名人が亡くなるニュースを見たりして死を意識する記憶を集め始めるというのです。例えば仕事が終わった後に嫌なことが待っていると思うと仕事が憂鬱になってきますよね。ですが仕事が終わった後に楽しいことが待っていると思ったら仕事もはかどり早く仕事を終わらせようと生産性が高まることがあります。それと同じで死をそもそも悪いものとして捉えていると誰もが死に向かって生きているにもかかわらず嫌なことが近づいてくると生きることが苦痛になってきてしまうわけです。このように生きること自体が目的になっていると人生はうまくいきません。命は生きる目的を全うする道具に過ぎません。あなたはこの人生で何をする人なのか目的をはっきりさせておく必要があるわけです。あなたは何のためにその命を使うのですか？ 4 つ目、メタ無意識を修正して脳の動く部位を変える。メタ無意識、本書で取り上げられている12のパターンを修正すると脳の動く部位が変わって人生が劇的に変わっていきます。ではどういうメタ無意識のパターンを持つ人間が基本的には望ましいかというと、あくまで人生学校的にですがめちゃめちゃシンプルに勝手にまとめてみるとこんなイメージでした。他者基準ではなく自分基準で自分がどう思うかを大切にする。自分の生きる目的を知りやりたいかやりたくないかで判断する。実現する方法を自ら編み出してうまくいってもいかなくても自己責任と考えられる。何が起こっても楽観的に考え未来
内の達成された後について焦点を当てる。結果を得るために現状、たとえ条件が揃っていなくても今できる必要な行動をする。現時点でもすでに自分は完璧、価値があると思えている。どうでしょうか？こんな人だったら何をやってもうまくいきそうですよね。5つ目、脳内の親を洗い出すなりきりワーク。この本にははっきりと書かれています。自分より親を先に検証することに意味がある。あなたの人生に多大な影響を与える脳の中にいる親をまずは洗い出すことが大事というのですね。そして父親、母親、両方の洗い出しが必要と言います。ではどうやって洗い出すかというと、めちゃめちゃ簡単なワークをご紹介します。それはこの質問に答えればいいのです。あなたのご両親を居酒屋のメニューに例えたら何ですか？答えが出てきたらなぜそのメニューになったのですか？例えばだし巻き卵と答えた人は人当たりが良くて誰にでも好かれる。サイコロステーキと答えた人はアグレッシブで目立ちたがりといった感じですね。ちなみにお金に困っている人は激安メニューで親を例える人が多いのだそうです。例えば冷ややっことかキムチとかキュウリの漬物など突き出しで出てくるような小鉢のメニューなど、理由を聞くとうちの親はそんな大した人間じゃないからというのだそうです。こんなワークを通じてあなたが親のどこを見てどう解釈していたかを的確に洗い出していくわけです。次にこちらの質問もやってみることをお勧めします。あなたの理想の親を居酒屋のメニューに例えるとしたら何ですか？答えが出てきたらあなたはなぜそのメニューを選んだのですか？例えばお母さんはミニサラダ、理想のお母さんは刺身の盛り合わせと出たとします。その理由としてはミニサラダは体にはいいけど存在感が薄くてみんな覚えていない。一方刺身の盛り合わせはパッと人目を引く華やかな存在で出てくるだけで場が盛り上がるなどですね。実際に上記のように答えた当人に聞いてみると授業参観の時の記憶が出てきたそうです。おしゃれで美人な友人の母親が羨望の眼差しを浴びる一方で〇〇ちゃんのお母さん来てたっけと友人に言われたことを思い出したそうです。華やかでない女性には価値がないという思い込みに気づいてその人はハッとなったそうです。さあここからがさらに脳内の親を洗い出すためのとても大事なワークです。それは親になりきるための着ぐるみワークです。なぜ着ぐるみなのかというと、着ぐるみに入るというアプローチは空想模倣という技術が元になっています。動きや言葉をコピーすることで親になりきって親の状態を脳にダウンロードすることができるのです。ただ特に大人の場合は気が散ったり雑念が入りやすいので、そこで親の着ぐるみを用意してその中に入って一体化するという非日常のイメージをすり込んで普段の自分が簡単に出ないようにしているのです。どうやってやるかというと簡単で4つのステップを踏むだけです。1、親の後ろ姿をイメージします。親があなたの1メートル前に立っていてその後ろ姿を眺めているところを想像します。2、親を着ぐるみに見立てて背中のファスナーを開けて入ります。目の前にいるあなたの親を着ぐるみのように想像してそのファスナーを開けて中に入ってみます。3、ぴったりと合うように位置などを調整します。親の着ぐるみの中に入ったら頭を触りながら頭の位置、耳の位置がぴったりと合うように調整します。これであなたは親と一体化しました。着ぐるみに入ったままこの後の質問に答えてそれをノートに書き留めます。4、着ぐるみから出て自分に戻ります。答えを一通り書き終えたら親の着ぐるみから抜け出して自分の体に戻ります。どんな質問かというと4つの項目があります。それぞれ多くの質問が書かれていますので、ここではそれぞれ3つずつ紹介させていただきますね。動画を止めながら体験してみてくださいね。正確にしっかりワークをやってみたい方は本書を手に取ってみることを絶賛お勧めします。1、両親になりきりその人生を追体験する。質問1、父親、母親は人生の中でどのような失敗、挫折、辛かったことを体験しましたか？質問2、父親、母親は人生の中でどのようなことを我慢したり諦めたりしていましたか？質問3、父親、母親は人生の中でどのような病気や怪我をしましたか？ 2、両親は人生を素晴らしいと感じていたか？質問1、あなたの両親は私の人生は素晴らしいと十分に感じていましたか？質問2、あなたの両親が私の人生は素晴らしいと十分に感じていなかった理由は何ですか？質問3、あなたの両親が私の人生は素晴らしいと十分に感じていなかったことに関してどのような信じ込みが前提としてあったと思いますか？ 3、両親のネガティブな体験を客観的に洗い出す。質問1、どのような辛い感情を抱いていましたか？質問2、それらの感情が湧いてきて行き詰まってしまうことがあったでしょうか？質問3、それは
はどのような時、場面で感じましたか？ 4. 親のルールはあなたの人生にどんな影響を与えていたか？質問1、あなたは日常の中でどのような負の感情を持つことがありますか？次の中から当てはまるものに全てにチェックをしてください。ない場合はご自身で追加しても構いません。寂しさ、悲しみ、孤独、責任感、怒り、気分が晴れない、モヤモヤ感、貧困、哀れみ、憂鬱、失望、情けなさ、喪失感、屈辱感、無力感、劣等感、敗北感、疎外感、苦しみ、罪悪感、恥ずかしさ、諦め、憎しみ、空虚、病弱。質問2、質問1の感情を持ったのはどのような出来事がきっかけでしたか？質問3、質問1、質問2の回答を振り返ってみて、私は親と同じような状態になっていると感じるものはありますか？以上です。これらのワークをやってわかること、それはあなたが持っている負の感情は質問の答えから洗い出した親の解釈から生まれた負の感情とほぼ一致しているです。6つ目、親の人生のテーマを探求し、現実を一気に変える方法。親の人生のテーマを探求するワークを行うことで、本当の自分を見つけて現実を一気に変えることができるようになります。そのために以下の質問に答えてみましょう。あなたの父親と母親は次の8つの分野について内面にどのような感情や感覚を持っていたでしょうか？また、どのような信じ込みを持って生きてきたと思いますか？ 1. ビジネスの成果。 2. 収入貯蓄。 3. 健康、体、容姿。 4. 人間関係。 5. 恋愛。 6. 結婚。 7. 自身の知識、学力。 8. 自身の精神性、メンタル。次にあなたに対して今まで洗い出したような影響を与えてきた両親は自分自身の人生の中でどのような人生のテーマ、役割のようなものを持っていたでしょうか？父親の人生のテーマ、役割は何だと思いますか？母親の人生のテーマ、役割は何だと思いますか？そして人間は、たとえ今は自覚していなくても、今回はこういうテーマで生きるからね、というのが脳にプログラミングされていると言います。それを実らせるために必要なノウハウ、情報、環境が全部パッケージになっているというのです。親、先生、友達、恋人、仕事仲間、ペットもいるかもしれません。その他、その人に起こるあらゆる出来事が組み込まれた状態でこの世に生まれてくるというのですね。顕在意識で全てをコントロールしている人はいません。無意識が選び取ったルートに乗っかっていろんな出来事を体験しながら人生のテーマを達成し、そしてまたあの世に戻るということを繰り返しやっていくというのです。そしてこれまでの人生を振り返ることはプログラミングされた使命を確かめに行く行為でもあります。あなたはどういう目的であなたの親のもとに生まれてきたのでしょうか？あなたの人生はどういう目的でこのような親を用意したのでしょうか？あなたの人生はあなたにどのような役割、ミッション、使命を与えていると思いますか？橋貝先生はこう言います。その人に与えられた良心はその人が自分の使命に気づくために欠かせない存在なのです。7つ目、人生のテーマを現実化する実践ワーク、記憶の逆走。結論から言うと、記憶の逆走とは寿命を迎える自分へ会いに行くワークです。ネガティブな感情とネガティブな思い込み、その元になっている脳内の親をコーチングで育て直したら脳内の親が生まれ変わります。もし別人のように変わった父親と母親に育てられていたら、私はどういう小学生時代を過ごすだろう、どういう中学生時代を過ごすだろうと記憶を上書きしていきます。望ましい子供時代、青年時代を経験して大きくなった自分は今どんな生活をしているでしょうか？今の自分と同年齢の自分を想像したら、今度はさらに5年後、10年後、20年後というように未来を覗きに行きます。そしてそろそろ寿命を迎えそうだなという数十年後の未来まで行って、今まさに死を迎えようとしている自分を想像します。病院のベッドの上にいるのか、自宅にいるのか、どこか旅先なのか、場所が想像できたら、いよいよ明日人生が終わるという瞬間を思い浮かべて、そこから過去を振り返ってみるのです。今までの人生ってどうだったかな？仕事はこんな感じだったな。プライベートはどうかな？人間関係はどうだっただろう？こんな友達がいて、休日は一緒に趣味を楽しんでいたのかな？周りからはどんな評価や印象を持たれていたのかな？死ぬ前の視点で考えてみると、自分でも驚くほどイメージが具体的に出てくると言います。著者の橋貝先生は、今でも朝起きた直後と夜寝る前にも、いつも未来の記憶を旅しているのだそうです。このイメージを実際のビジネスに応用した人もいます。関西のある企業の社長さんで、親から会社を一
き継いだ2代目です。お父さんがやっていた頃は年商70億円くらいあったのに、今は年商50億円まで減ってしまったそうです。このままだと赤字転落しそうなんだと橋貝先生に相談しました。橋貝先生はこの社長さんに、親を育て直して自分が死ぬ直前まで行ってみてください。どんな映像が見えますかと質問したそうです。最初はぼんやりしか見えないと言っていたそうですが、朝晩欠かさず想像していたら、だんだんリアルな映像が見えてきて、1ヶ月半後に再開したら、売上10億円取り戻しましたと言われたそうです。年商50億の会社がたった1ヶ月半で10億円売上アップ、すごくないですか？この社長曰く、死の直前から記憶を思い出すのを毎日朝晩やっていたら、ビジネスアイデアが湧いてくるようになって、それを実行したら、そのうちの7割もヒットしたというのです。ちなみに未来をイメージするときは、無理やりひねり出す必要はなくて、自分の死ぬ直前ってこんな感じかなとぼんやりした状態で行うと良いのだそうです。諦めずに続けていると、だんだん映像がリアルになってくるそうです。未来の記憶を辿っていくと、そこには望ましい親に望ましい状態で育てられて、望ましい人生を歩んだもう一人のあなたがいます。その姿をはっきりとイメージできたとき、あなたの脳はここに行こう、近づこうと動き始めるのです。自分自身を受け入れてない人を誰が受け入れるでしょうか？自分で自分を認めていない人を誰が認めるでしょうか？自分に敬意や愛を持っていない人を誰が愛するでしょうか？自分を大切にしていない人を誰が大切にするでしょうか？自分のやりたいことに確信が持てない人に誰がついていくでしょうか？自分自身が一緒にいたいと思わない人のそばに誰もいたいとは思わないでしょう。あなたの外側の世界で起きることは、あなたの意識の内側の世界の放映なのです。そしてこちらの公式 LINE では、潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。潜在意識を書き換えて望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料で手に入れたいという場合は、動画下にある概要欄から公式 LINE に登録して、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルでは、あなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、成功するために必要な本のまとめなど、有益な情報と感じるものだけを厳選して、できる限りわかりやすく約1週間に1本配信しています。低評価、高評価ボタンを押していただけるととても励みになります。また、一番大切に思う友達に共有ボタンで教えてあげられると喜ばれるかもしれません。次回は小林正観さん幻の本、なぜ生きるか、どう生きるかを考える未来の知恵シリーズ6、生きる大事、死ぬ大事、死を通して考える新しい生き方を究極にまとめて、できる限りわかりやすくお伝えします。楽しみにお待ちくださいね。興味のある場合はチャンネル登録とその隣のベルマークボタンを押しておくと、新しい動画の通知が届きますので、見逃さずに便利ですよ。そしてメンバーシップ動画では3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上がたった本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。内容めちゃめちゃお得ですので、一度覗いてみることをお勧めします。無意識のすごい見える化、脳内の親から解放されれば未来は思い通りには、今回ご紹介した内容以外にもめちゃめちゃわかりやすく、しっかりと詳しく完成されたワークが書かれています。興味のある方はぜひ手に取って読まれることをお勧めします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは本当の自分になることで、本当に望む人生を手に入れることが必ずできます。こちらの過去動画1万円本成功の実現究極のまとめ中村天風潮もめちゃめちゃおすすめですよ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。